ニーチェの哲学、永遠回帰。人生が永遠に繰り返されるなら、果たして人はどう生きるべきなのか。あ、トラさん。よ、元気にしてたか。なんだお前、目なんか回しちゃって。トラさん、人ってなんで生きてんのかな。毒キノコのくせにずいぶん難しいこと聞くな。なんというかな、生まれてきてよかったなって思うことが何遍かあるじゃない。そのために生きてんじゃねえか。その言葉、まさにニーチェの哲学です。ニーチェ、牛乳をかけるやつ？それはフルーチだから。フリードリヒ・ニーチェ。1844年、ドイツにて牧師の子として生まれました。幼くして父を亡くし、早くから孤独を知る少年でした。彼は努力の末、24歳という若さで、バーゼル大学の古典文献学の教授になります。しかしその学問的発表は保守的な学会から厳しい批判を浴び失脚してしまいます。そのと彼は持病に苦しみながらも自らも哲学を探求していきます。そんな中で出会ったのがロシア人女性ルーツァロメ。ニーチェは彼女に心奪われプロポーズしましたが、答えは拒絶。しかも皮肉なことに、彼の親友パウル・メイとサロメ・ニーチェの3人で暮らすという奇妙な、本人たち曰く正三位一体のような生活まで始まります。やがてそれも破綻し、彼はさらに孤独を深めていきます。その孤独の中で書き上げたのがサラツストラは書く語り記。しかしこの作品も当時はほとんど売れず理解されませんでした。その後、精神の崩壊をきっかけに筆を折り、母や妹のもとで静かに暮らします。そして1900年、55歳でその生涯を終えました。どんまい、ニーチェ大変だったんだな。皮肉なことに彼の思想は死後、本来の深さが再評価され、世界中の哲学、文学、芸術に大きな影響を与えることになるのです。一体どんな思想なんだ。では、はしょりつつ簡単に説明しましょう。ニーチェの哲学の根っこにあるのは、永遠回帰という考え方です。今あなたが生きているこの人生を、喜びも悲しみも全部含めて、この先何度でも何度でも、そっくりそのまま繰り返さなきゃいけないとしたら、あなたはその運命を喜んで受け入れられるだろうか。これが永遠回帰の問いなんです。永遠に繰り返す。永遠に繰り返されると分かっていても、それでもいいって思える生き方をしようってこと？たった一度でも心からの喜びがあれば、その人生は何度でも繰り返す価値があるとニーチェは言います。そしてニーチェは、人が弱さや恨み、他人のせいにする気持ち、つまりルサンチマンに支配されると喜びを感じる力を失うと警告します。やがてやる気や目標を
見失い、何の希望を持たない末人になってしまう。末人にならなりたいけど、その対極にあるのが超人。自分の価値を自分で作り出し、力強く生きる人間の姿です。ニーチェは他人の価値観ではなく、自分の人生を肯定する力を大事にしたのです。じゃあやっぱりトラさんは超人じゃないか。すごいぞ。バカ言え。ほら、いつも同じように失恋の繰り返しよ。でもそれを何度も繰り返してるあたり、トラさんこそ永遠回帰の大義者なのかもしれませんね。ニーチェの言う超人は決して他人を見下す強者のことじゃない。本当の超人とは、傷ついた自分も失敗した自分も喜びも悲しみも全部丸ごとこれでいいと受け止め愛する人間のことなんです。あの雲のようになりたいんだよと旅に出たトラさんはまさに超人だったと言えるでしょう。たった一度でも心からの喜びがあれば、その人生は何度でも繰り返すに値する。さて、あなたはこの星空の下、どんな今日生きますか？徳武さんを永遠に見失わないようにチャンネル登録お願いします。